皆さんこんにちは。ロリータモデルで看護師の青木美佐子です。今回はカジュアルロリータメイクを挑戦してみました。ぜひご覧ください。カラーコンタクトはエバーカラーのブラウンを使いました。これは 14.5mm なんですけど、結構デカめ効果もあるので、カジュアルロリータっていうことでなるべくナチュラルにしたいということでメイクは濃くしたくなかったんですけど、デカめ効果を演出するためには 14.5mm のブラウンのカラーコンがおすすめです。ジル・スチュアートのラスティング&カバーファンデーションのコンシーラーの01番を今回は顔全体に使いました。肌トーンを明るく見せるのと、ロリータファッションは陶器肌、毛穴のない陶器肌を作りたいので、こちらを顔全体につけて毛穴が目立たないようにカバーしてます。ジル・スチュアートのシークレットコントロール04番のコンシーラーを目の下全体につけました。目の下は結構クマができたりするとかなり年齢がいったように見えちゃったりするので、クマを隠すためにこちらの明るめのコンシーラーを目の下全体につけました。ファンデーションはマキアージュのオークル00番を使いました。私ずっと本当に10年ぐらいマキアージュを使ってるんですけど、冬はすごく乾燥する季節になってもこのファンデーション乾燥しないっていうところですごく良くて、夏は汗かくんですけどそれでもカバーをしてくれるっていう、夏でも冬でも使えるファンデーションがマキアージュなので、私は10年ぐらいマキアージュを愛用してます。ラディレのパウダーを、最後に使ってます。小鼻の周りが汗をかくんですけど、皮脂とかをこちらのパウダーをつけることによって防止してくれるので、テカリ防止にもなるのでおすすめです。アイシャドウはインテグレートレインボーグラデアイズ RD715 番のアイカラーをつけてます。こちらの色とこの2つつけたんですけど、茶色っぽい色味なのですごく肌なじみもよくって、目の周りが明るくなるというか冬っぽい印象になってデカめ効果もあるので、こちらをつけています。次真ん中の色は全体的にグラデーションを出してデカめ効果を演出するために真ん中の色を二重幅の上くらいのところにつけてます。こちらはラメになっているので、目の下のところ、涙袋のところをぷっくりさせるとデカめ効果があるので、そこに可愛くつけて瞬きした時にキラッとした印象になるので、こちらのキラキラパウダーをつけました。エクセルのリアルクローズシャドウ CS03 番ローズピンヒールという色のものをつけました。こちらアイシャドウなんですけど、赤系とブラウン系の色が入っていて、最初につけたのが深みのあるピンクなので二重幅のところ全体につけてます。ぷっくりとした印象になって可愛いので、こちらはおすすめです。次に垂れ目効果があるブラウンを目尻のところに全体につけました。こちらつけることによって目が立体的に見えるので、デカめ効果も垂れ目効果もあって少しうるっとした印象になります。こちらの2つのアイシャドウをつけることによって発色が良くなるので、簡単にデカめ効果も得られますし、より濃い印象になるので可愛い雰囲気にもなります。キャンメイクのジュエリーシャドウベール02番、こちらゴールドっぽいキラキラなんですけど、ラメの粒子がすごく細かいのでキラキラするんですけど、こちらを手で目の下全体につけると涙袋がぷっくりした印象になって、とても可愛いデカめ効果が得られます。ラデュレのプレストチーク111番、こちらちょっとオレンジっぽい色味なんですけど、これを黒目の下3センチぐらい下のところにこう全体に丸く円を描くように描くとすごく幼い印象になるので、赤っぽい色とかピンクっぽい色だと結構きつい印象になっちゃうんですけど、オレンジは肌なじみもよくってメイクが濃すぎる感じにはならないので、カジュアルロリータメイクには
オレンジチークがおすすめです。ジル・スチュワートのルースブラッシュ04番のフェイスカラーをつけました。こちらもちょっとオレンジっぽい赤、コーラルピンクみたいな色味なんですけど、さっきのチークの外側に塗ることによってちょっとグラデーションっぽくなるので、小顔効果になったり、あと肌のトーンが少し明るく見えて陶器肌っぽくなるので、これを外側中心につけて可愛らしい印象にしました。リップは DHC のモイスチャーケアリップスティック EXPK103 番、こちらもちょっとコーラルピンクみたいな感じになっているのと、リップスティックモイスチャーなのでかなりしっとりとした印象になるので、まず唇のケアという意味で一番下にこれをつけました。イヴ・サンローランのルージュボリュプテ43番、こちらはかなり発色がいいコーラルピンクなので、先ほどの DHC のモイスチャーリップの上からこちら発色があるものを全体的につけて色味を出すという役割でこちらをつけています。ジル・スチュワートのフォーエバージューシーオイルルージュグローの117番、こちらをリップ全体につけてるんですけど、お人形さんになりたい感じなのでオーバーリップにつけてます。こちらはあまり発色をすることがないので、グロス的な役割でちょっとオーバーめにつけてプルッとした印象になるとすごく可愛いので、こちらをつけてます。最後にディオールのアディクトグロス092番のリップグロスをつけました。こちらはすごくキラキラするものなので、唇に立体感を与えると喋ってる時にすごく可愛らしい印象になるので、唇の中心のところにだけキラキラのグロスをつけて立体感を出しました。私が愛用しているコテはビダルサスーンのこの丸いコテを愛用してるんですけど、こちら 25mm になります。こちらは温度変更ができて120から180度まで温度になっていて、前髪と姫カットを巻くときはあまり熱い温度だと跡がつきすぎちゃうので、120度一番低い温度にして巻いています。前髪は目と眉毛の間のラインでバツンとさせたいので、小分けにしながら少しずつ120度温度で巻いています。毛先はちょっと縦ロールっぽくしたいので、こちらは一番高い180度の温度で内巻き内巻きに同じ方向に巻いていくとロールっぽくなるので、こういう風に巻いています。で、今回はカジュアルロリータということで帽子をかぶったんですけど、帽子をかぶるときにロリータちゃん前髪が潰れやすくなっちゃうっていうのが結構悩みであると思うんですけど、前髪を崩さないためには後ろ目にかぶるっていうことと、あと今回わざと高めのツインテールにしたのは帽子を固定するために高めのツインテールにしてます。これでこう上目にしてツインテールを挟むことによって帽子が安定するっていうのと、前髪が潰れないっていうところでちょっと高めのツインテールにして帽子を固定させて、このような髪型にしています。今回カジュアルロリータということで、普段ロリータファッションをする方はあまりカーディガンを羽織ることは少ないと思うんですけど、これから冬になったり寒くなったりするとカーディガンを羽織ったりとかするとすごくカジュアルな印象になって派手さが目立たなくなったりするので、もし挑戦したいなとかロリータファッションに興味があるけどちょっと派手すぎてっていう方はカーディガンを着ていただくとちょっとカジュアルダウンするのでおすすめになります。今のロリータファッション、私ももう30代になったんですけど、割とロング丈が流行ってまして、今日履いてるのもかなり膝より下のロング丈になってます。
こういうお洋服だとパニエを1枚ぐらいであまり膨らませなくてもゴージャス感もあって可愛くて、大人ロリータでもカジュアルロリータでも着こなせる丈になっているので、今とても流行っています。色味もピンク、派手派手なピンクというよりもくすみピンクだったりクラシカルっぽい雰囲気のピンクがとても流行っていて、花柄モチーフのものやレースモチーフの大人っぽいクラシカルロリータも今流行っています。もしこれからロリータを始めたいという方がいたら、ちょっとロング丈だとパニエも1枚で済むので、なるべく挑戦しやすい丈かなと思います。カジュアルロリータメイクいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもロリータファッションに挑戦してみてくださいね。かわいいパティーンのチャンネル登録もやってるので、ぜひぜひ皆さん登録してください。青木美佐子でした。バイバイ。